皆さん、こんにちは。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんのための番組です。簡単な日本語で日本のニュースや社会について話します。今日のテーマは日本にずっと住むためのルールが変わるかもしれないというニュースです。今、日本政府、つまり日本のリーダーたちが外国人が日本に長く住むためのルールを厳しくしようとしています。これについて日本に住んでいる外国人だけではなく、日本人からもいろいろな意見が出ています。今日はニュースの内容と日本に住む外国人のリアルな声、そして日本人の本音、つまり本当の考えについてゆっくりお話ししますね。ぜひ最後まで聞いてください。まずニュースに出てくる大切な言葉を4つ説明します。1つ目は永住権です。これは外国の人がビザの更新をしなくてもずっと日本に住むことができる特別な権利、つまりルールです。2つ目は厳格化です。厳格化、つまりルールや条件を今までよりもっと厳しくすることですね。3つ目は年収です。年収は1年間にもらうお金、つまり給料のことです。4つ目は強制です。強制、つまりいろいろな人、このニュースでは日本人と外国人が一緒に仲良く生活すること、暮らすことですね。この4つの言葉を覚えてニュースを聞いてみましょう。じゃあ始めますね。それではニュースの内容です。今、日本政府は外国人が永住権を取るときのルールを厳しくすることを考えています。これまでは日本に10年以上住んでいて、問題を起こさず税金を払っていれば永住権を取ることができました。しかし、新しい案、つまり新しいアイディアでは、次のような条件が検討、つまり話し合いされています。条件1、もらうお金、つまり年収が高いこと。1ヶ月に約48万円以上の給料が必要になるかもしれません。条件2は年金を長い間払っていることです。年金、つまり人間がお年寄りになった時にもらうことができるお金、これを30年以上しっかり払っていることが求められます。条件3、申請、つまり申し込みのお金が
高くなること。今までは1万円ぐらいでしたが、これからは最大で30万円ぐらいになるかもしれません。政府はルールを守らないで税金を払わない一部の人がいるから、もっと厳しくチェックしたいと言っています。では、このニュースを聞いて、日本に住んでいる外国人はどう思っているでしょうか。SNS やニュース番組では不安や悲しい声がたくさん上がっています。例えば、アメリカから来て日本で介護、つまりお年寄りの世話、その仕事をしている女性がいます。彼女はこう言っていました。私は日本が大好きです。難しい国家試験、つまりテストにも合格しました。でも、介護の仕事で1ヶ月に48万円ももらうのは絶対に無理です。どんなに日本が好きで一生懸命働いても永住権が取れないならとても悲しいです。また別の外国人からこんな意見もあります。仕事を変えるとき、今のビザだと3ヶ月以内に新しい仕事を見つけなければいけません。病気になったときや家族の世話をしたいとき、永住権がないと安心して日本に住めません。お金がたくさんある人だけを歓迎するなら、日本は外国人から選ばれない国になってしまうのではないですか？このように真面目に一生懸命働いているのに厳しすぎると感じている外国人がたくさんいます。外国人にとってはとっても切実な、つまり本当に困る問題ですね。皆さんはどう思いますか？では次に日本人の意見も見てみましょう。実は日本人の中でも意見が2つに分かれています。まず、ルールを厳しくすることに賛成、つまりいいと思うという日本人の意見です。税金や年金を払わない人が永住権を持つのはおかしい、変。日本人と同じようにしっかりルールを守る人に住んでほしい。外国のルールを見ても永住権を取るのはどこも厳しい。日本もこれくらい厳しくするのが普通だと思う。このように日本の社会や治安、安全を守るために必要だと考える人がいます。しかし反対にルールを厳しくしすぎるのは心配だと考える日本人もたくさんいます。今日本は人手不足、つまり働く人が足りない状況です。介護や工場、農業などで外国人がたくさん助けてくれています。ルールを厳しくしすぎたら誰も日本に来なくなってしまう。給料が安くても日本の文化を愛して地域のために
頑張ってくれている外国人がたくさんいる。お金だけで判断すること、つまり決めることは良くない。このように日本人の間でも安全のためのルールと外国人と一緒に暮らす未来の間でたくさん議論や話し合いがされています。いかがでしたか？今回のニュースはまだ決定ではありません。これから政府や専門家がもっと話し合いをします。日本で暮らす外国人にとっても、これから日本に来たい人にとっても、とっても大きなテーマですね。皆さんはこのニュースについてどう思いましたか？お金、年収のルールと日本が好きだという気持ち、どちらが大切だと思いますか？ぜひコメント欄で皆さんの意見も教えてください。このポッドキャストではこれからも簡単な優しい日本語で日本のいろいろなニュースをお話しします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。